ご安全に制汗溶接職人家事チャンネルの家事です。今回は制汗や配管をしている人はもちろん DIY が趣味の人などものづくりには欠かせない道具測定工具の解説です。コンベックスとか差し金水平器などの機能、使い方、確認の仕方などについて解説します。少しですが磨く時の基本、注意点なども合わせて解説しますので、道具の機能や使い方を知った上で使っていただきたいと思います。寸法や水平は勘違いや思い込みで間違えることもあって、間違ったまま製作してしまうと後戻り作業にもなりますし、そうなればモチベーションもだだ下がりです。最悪の場合作り直しなんてこともあるかもしれませんよね。確認する癖をつけて勘違いなどの間違いを早めに気づくことができれば、おのずと仕事も早くなります。測定工具の使い方なんて知ってるわって人も復習だと思って視聴してみてください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。測定工具とはと調べると、対象物の寸法や重さなどの量を数値や符号を用いて測るためのものですとありました。制汗溶接でいうと、主に寸法を測ったり水平などを確認するものだと思います。私はお師匠さんに測定工具のことを目安道具と教えてもらいました。目安道具って知ってますか？私は今回ネットで目安道具を調べてみたのですが、驚いたことに目安道具という言葉自体が出てきませんでした。お師匠さんからはコンベックスや差し金、水平器など測定に使う道具は目安道具といって、あくまで目安だから基準を明確にして確認を怠らないようにと教えてもらいました。また確認はなるべく違う角度からの視点で確認するようにと言われ、今でも実践しています。そしてお師匠さんの背中を見て測定工具など使う道具は大切に扱うことを学びました。というわけで今回は測定工具の使い方と少しだけですが寸法を描く時の基本を合わせて解説していきます。定板も測定工具って思いました？制汗の仕事をする際には基準になるので測定工具と言えませんか？私の使っている定板は水平を出して500ピッチにポンチで印をつけています。基準線を簡単に出しやすいからです。師匠の真似なんですけどね。原寸を下ろすこともありますし、波打った定板なんて使いたくないです。定板はものづくりのベースになると思うので大切に使ってほしいなと思います。コンベックスは皆さん普段何て呼んでいますか？メジャーやスケールといった呼び方をする方もいらっしゃいますが、私はコンベックスと呼んでいます。ちなみにメジャーとは測定するという意味で、スケールとは目盛りや物差しといった意味があり、コンベックスとは凸であることといった意味があります。つまりコンベックスは金属製で断面が湾曲したテープで測定するタイプのメジャーのようです。呼び方は相手に伝われば何でもいいと思うので、ここではコンベックスと呼んで解説します。このコンベックスは制汗ではよく使う道具の一つなので、正しい使い方を覚えておきましょう。大体はこのように何かに引っ掛けたり押し付けたりして使うと思いますが、この先が動くことを知っていますか？金具の留め方が甘いんだよななんて思っていませんか？この部分が動くのには大切な役割があります。実はこの金具の厚み分だけ動くようになっていて、引っ掛けた時の内側の部分が0、押し付けた時は外側の部分が0になるように設計されています。すごくないですか？この金具の丸い穴の部分は
釘などを引っ掛けて測れるようになっています。大工さんなどは便利な機能かもしれません。このようにコンベックスの先の金具はとても大切な機能がついているのです。雑に扱うと金属部分が曲がってしまって正確な寸法は測れなくなるので注意しましょう。コンベックスを使って毛書きを入れる時の注意点などを解説します。まずはセンターに毛書きを入れる場合ですが、こういった場合、左右から測って本当にセンターなのかを確認しましょう。あくまでも目安道具だということを忘れずに確認することが重要です。左右のコンベックスを引っ掛けたところが基準となり、センターが毛書けます。次にこの図のようにいくつかの寸法を毛書く場合ですが、一つ一つの寸法を合計して毛書くようにしましょう。一つ一つの寸法を個々に毛書くと、誤差が誤差を呼んでトータルの寸法がおかしくなってしまいがちです。最初に計算をしておいて一度に毛書いてしまいましょう。そうすれば誤差は加算されずにトータルでも誤差は少なくなります。そして確認するときは個々の寸法を確認するようにしましょう。毛書くときと確認するときは違う基準で確認すると間違いに気づきやすいので覚えておきましょう。巻き尺でパイプに4芯などを毛書くときの注意点を解説します。溶接シームがある場合はシームの上に芯を持ってくるのか外すのかを決めてから基準線をアングル刀で毛書きます。アングルなどでパイプに線を毛書くとパイプの単面が斜めだったりした場合でもパイプに対して基準線が引けるのでおすすめです。定板とハイトゲージがあるようならそちらで毛書いても同じことですね。試しにハイトゲージでも毛書いてみましたが、ほぼ平行に毛書けていました。基準線が毛書けたらそこから4芯を毛書いていきます。メジャーで周長の半分を毛書いたら反対から確認しましょう。メジャーの目盛りはあくまでも目安なので確認が大事です。2芯が毛書けたらその中間を毛書いて4芯の出来上がりです。反対側からも巻き尺を当てて確認しておきましょう。差し金もよく使う道具ですよね。主にこの2種類ではないでしょうか。私は主にこちらを使います。昔はこのタイプを使っていました。墨などで毛書く場合は端が浮いていてにじまないのでいいのですが、最近は墨を使うことも少なくなりましたよね。こちらのタイプは内側にも寸法が書いてあるので、このように当てて使えて便利でおすすめです。この差し金も目安道具なので、直角などを毛書いた時は反対側からも確認しておきましょう。ぶつけたりして直角が狂っている場合は反対側で確認したとき、このようになりますので大切に使いましょう。差し金が小さくなった感じですが、この部分が厚くなっています。主に板の端に当てて使います。差し金と同じように反対側からも見て確認する癖をつけておきましょう。立てても自立するので、そこもいいところだと思います。水平器もよく使いますが、水平器の基準は地球の重力です。たとえ基準面に勾配がついていても、地球に対して垂直を確認することができます。定板など基準となるところの水平が出ていれば、水平器を使って基準となる面に対して直角を確認することができます。水平器には感度と精度が書いてあるものがあります。感度とは気泡が動き出す時の勾配のことを言い、精度とは気泡の指示範囲のばらつきのことを言います。この水平器の場合、
1メートル先で 0.35 ミリ勾配がつくと気泡が動く感度ということになります。300ミリの水平器だと端から端で 0.105 ミリの勾配がつくと気泡が動くことになります。すごいですよね。そして精度ですが、1メートル先でプラスマイナス1ミリの誤差の範囲で水平を見れますということなので、300ミリの水平器だとプラスマイナス 0.3 ミリの誤差の範囲ということになります。勾配測定50分の1と100分の1とありますが、1メモリで100分の1の勾配ということなので、300ミリの水平器の端と端では3ミリ勾配がついているということになります。ここに誤差がプラスマイナス 0.3 ミリということです。同じように2メモリで50分の1の勾配だと300ミリの水平器の端と端では6ミリ勾配がついて誤差がプラスマイナス 0.3 ミリということになります。水平器も目安道具なので確認が必要です。水平器が正しく水平を示しているのかの確認の仕方は左右をひっくり返すことです。ひっくり返しても泡が真ん中を示せば水平ということになります。ひっくり返した時に違う位置を示す場合は水平器が狂っている場合があります。下の部分にゴミがついていることもありますので、下の面をきれいにしてから確認をしましょう。最近の水平器は水平が狂っていても調整できるものもあります。この水平器は私のお気に入り神話さんのブルーレベルプロ2ですが、この部分のネジで調整できるようです。詳しくは説明書を見てくださいね。水平器の水平が狂っていて直せない場合でも水平かどうかを確認することはできます。ひっくり返してこのように左右対称の位置に気泡があれば測定したものは水平だと言えます。測定するものの水平が狂っていればこのようになります。とにかく水平器を使うときはひっくり返して水平を確認する癖をつけましょう。縦で使う場合も同じです。ひっくり返して確認する癖をつけましょう。私の経験上ですが、水平器はお店で購入することをお勧めします。購入時点で水平がバッチリなものとわずかにずれているものがあります。できるならお店で水平がバッチリなものを確認して選んで購入したいものです。はい、どうでしたか？今回紹介した測定工具たちは普段からよく使っている道具だとは思いますが、道具の機能を正しく知って使えていましたか？測定工具はあくまでも目安なので、過信せず確認を怠らずに最短ルートでいい製品を製作することができればこれ以上はないですよね。少しでも皆さんの参考になっていることを願います。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。